皆さんこんばんは、おじいです。今夜の動画は、X の方で7月1日から7月29日まで開催されている納涼怪談小話という企画にですね、集められたフリー台本を読ませていただきました。とても素敵なお話がたくさんあります。怖いのもたくさんあります。怖いだけじゃないものもたくさんありますので、ぜひ最後までお楽しみくださいませ。では、いってらっしゃい。四角、わらびましゅ。視界の端にあれがいる。じっとりとした視線を感じる。自分の他にそれを見えていないようで、そいつはいつも教室の隅から動かない。たまに波打つようにうなり声が聞こえるだけだった。だから無害だと思っていた。暗くもやもやして輪郭のない影の塊。たまにぎょろりとした目が周囲を警戒するようにせわしなく動き回る。おぞましさはあるが、それまでだ。初めてあれに気づいてから1ヶ月が経った。視界のあれがクラスメイトの背中に乗っていた。ここ1ヶ月、小さくうずくまっていたのが嘘のように、首を長く長く伸ばしては、縦横無尽に教室中を動き回る。何かを探すように。嫌な汗がにじむ。ここ1ヶ月感じなかったひどい悪臭が鼻をついた。小さくボソボソと何かをつぶやいている。それでも気づかないふりをしていればいいと思っていたんだ。ある日、ぬーっと俺の顔の真横に奴の顔があった。ボソボソとねっとりとした声が聞こえる。見つけた。雨の音、麦屋。いらっしゃいませ。すごい雨ですね。こんなに暗いと夜みたいです。雨お好きですか？私は少し苦手でして。ほら、雨音、聞こえるでしょ？トントン、トントン。扉や壁、屋根などに当たる音。これが好きな方もいらっしゃいますよね。あなたもそうですか？なら、こんな話をするのは大変申し訳ないのですが、私にはどうしても叩く音に聞こえてしまうのです。トントン、トントン。こちらに気づいてもらおうと必死になっている。トントン、トントン。入れて、入れて、と訴え続けているような、そんな音に。でも大丈夫ですよ。招かなければ入ってこれませんので。ああ、すいません。私さっき言ってしまいましたね。いらっしゃいませ。ところで、お水はいくつご用意した方がよろしいでしょうか？常連、ヤタガラス、
健太のバイト先のコンビニには、毎晩午前2時きっかりに老婦人がやってくる。買うのはいつも冷たい緑茶。会計を終えると小さく頭を下げて店を出て行く。店のポイントカードには東雲糸と名前が書かれている。この辺りでは珍しい名字だった。このお茶お好きなんですか？老婦人は静かに答えた。孫に持っていくのよ。あの子、いつもこの時間に喉が渇くっていうものだから。翌日、店長に聞いてみると、ああ、あの常連さん、孫思いな人だよな。とだけ帰ってきた。数日後、健太は物置で古い新聞記事を見つけた。火事があり、病気の子供と看病していた祖母が共に煙を吸って亡くなったという記事だった。祖母の名前のところで健太の手が止まる。東雲糸。偶然だ。同じ名前の別人だ。健太はそう言い聞かせ、新聞を元に戻した。その日の夜、午前2時、健太は恐る恐る彼女の顔を見た。彼女が頭を下げた瞬間、白髪の隙間から見えたその顔の半分は黒く焼けただれていた。震える声で健太は聞いた。あなたは、もう。彼女は静かに微笑んだ。そうよ。でもね、孫はまだ知らないの。だから、今夜も持っていかなくちゃ。待ち人来たる。利用。うちのおばあちゃんは信心深い人だと思う。毎日散歩のついでにお参りに行っては家族の繁栄を祈ってくれている。そのおかげか、おばあちゃんも母も仕事は順風満帆。祝い事や行事があればよく神社に連れて行かれたものだ。小さい頃からずっとそうなので、私はおばあちゃん孝行だと思って付き合っていた。それに、こういうのが可愛いって、子供にはちょっとお高い化粧品の話をしたら、誕生日に買ってくれたり、すごく優しいから、そのお返しだと思っていた。母は、学生の頃なんて化粧したら怒鳴られたのに、母さんも丸くなったね、なんて言うけど、おばあちゃんは褒めるとき、絶対に、お母さんに似て良いお嫁さんになる。本当はどこにも嫁がせたくなかった。って言うから、親バカで心配していたんだと思う。そして私も年頃の女の子。恋愛に興味も出て、おみくじや占いで一喜一憂するお年頃。くじを引くたび、急ぐな待て。早し時を待て。良い縁あり、慎んで待て。ずーっと待てばかりで、本当に不思議。そして、とうとうおみくじに転機が来た。よし、すぐ迎えが来る。やっといい縁が来るんだ。なんて
思って嬉しくなって、私はおばあちゃんに報告した。おばあちゃんはぽつりと、寂しくなるね。でも本当によかった。お母さんの時は大変だったから。その日以後、私はもう戻ることはできなかった。ブランコ、トマトの漬物。これは僕が子供の頃の話。塾で遅くなってしまった帰り道のこと。途中、塀に囲まれた空き地があるんだけど、そこからギー、ギーとブランコみたいな音が聞こえてきたんだ。誰か遊んでるのかな？もう遅い時間なのに。気になって、そっと塀の隙間を覗いた。最初は暗くて何も見えなかったよ。だから音の方へ目を凝らした。音の正体は何だったと思う？それは何かが揺れる音だった。異様で気味が悪い光景だったよ。木につられた何かが闇の中、ギーギーと揺れる。立ちすくんだ僕は目をそらせなかった。そしたら疾風に押された影がぐるりと向きを変えて、闇の中、突如浮かび上がる濁った双方。ぎょろりと見開いた瞳が僕を見て、にやりと歪んだ。僕の話はここでおしまい。その空き地はどうなったのかって？残念ながら、それはわからないんだ。あれから近づいていないからね。だけど、ほら、聞こえない？ギー、ギーって音。あれからずっとついてきているんだ。白の石、黒猫。おやおや、ここらで見かけない顔だと思ったら、女神の供物に手を出すなんて、いけない子だね。何のことかわからないのかい？その白い丸石のことさ。四つ辻に積まれた白の石は、女神の取り分。それをお前さん、何気なく蹴っちまったんだから。ほーら、そこに一つ、ここにも一つ、女神の目が開いた。これから行く先々に目が開くよ。ごらん、あのぬめっとした水気たっぷりの目を。お前さんのことをじーっと見てるだろう。これからどんどん増えるよ。お前さんが歩く道々で一つ、一人っきりで見上げる天井で一つ、風呂場で振り返ったところにも一つ。今は私がいるからね。見てるだけさ。目が現れたら、次は手が出るよ。階段を降りる途中に一つ、布団から出たお前さんの足首に一つ、車が行き交う道の途中で一つ。なーに、助かりたけりゃ、女神様の取り分の白の石を元に戻せばいい。
よかったね、私がいて。ん？どれかわからない？ああ、それならお前さんが次の石になればいいよ。話、語り、すがる。箱。ねえあなた、これも何かの縁と思って聞いてくださいな。ある晩、不意に目が覚めると、指を動かすどころか、まぶたを開けることすらできず、怖くて震えていました。すると突然、私の顔に何かが触れたんです。それが、異様に冷たいのが恐ろしくて、だけど逃げようにも動けないんです。不意に子供の頃に祖父の葬儀に出た時のことを思い出しました。火葬の直前にさよならの前に触ってあげてと言われて、祖父の頬に指先だけ触れたんです。恐ろしい体験でした。ぞっとするほど冷え切っていて、肌の張りがなくて、生きている人間とは何もかもが違うんです。それも同じでした。だから、これは死人の手だ、と分かったんです。手は私の頬に添えられたまま少しも動かず、しばらくすると消えました。それからは毎晩です。毎晩眠っているとふと起きる。目覚めると私の右頬に手が添えられる。毎日夜が恐ろしくて仕方ありませんでした。でも、ある日気づいたんです。こんなに優しく触れてくれる手は他にないって。そう思ったら、急にあの手が愛しくなってきました。会えるのを心待ちにするようになったんです。だけど、もう一つ気がつきました。あの手は突然現れたから、同じように突然消えてしまってもおかしくないって。ダメです。ダメなんです。そんなの耐えられない。ねえ、あなた。これも何かの縁と思って教えてくださいな。どうやったら私はあの人を失わずに済むと思いますか？りんちゃん、糸間崎るわ。放課後、この校庭にいると、鬼のりんちゃんがやってきます。鬼と言っても、りんちゃん自体は普通の女の子のままです。ただ、永遠に鬼ごっこを続けているだけなんです。りんちゃんはクラスの誰よりも足が遅くて、鬼になっても誰も捕まえられなくて、ずっと走り続けて、休み時間が終わっても、次の休み時間になっても、みんなが嫌いなどんくさいりんちゃんは鬼のままです。
いつ、どんな時でも、みんなで鬼ごっこをするときは、りんちゃんは鬼のままなんです。かわいそうなりんちゃん。だから、りんちゃんは鬼になってしまいました。クラスのみんなが小学校を卒業して何十年経っても、りんちゃんだけは鬼ごっこをやめることができません。今もこの校庭で一人走り続けています。ほら、聞こえるでしょ？かけてくる足音が。それだけじゃない。声だって聞こえるでしょ？待ってよ、もうやだよ。と泣いている声が。ダメですよ、動いては。りんちゃんが捕まえられないでしょ。今度はあなたが鬼だ。あなたを探している青色猫。あなたを探している。目を凝らし、耳を澄まし、いつもあなたを探している。わからないけれど、なんとなく気配がするような感覚がある。どこにいるの？どこかにいるの？本当にいるの？呼ぶ声は反響する。聞こえるのは響いた私の声と耳鳴り。ここはどこなのだろうか。初めからいたのがここなのか、迷ってここに来たのか、自分の意志で来たのか。気配は私の後頭部から耳元、そして背筋にかけて。何もないはずなのに何かがある。肩にずっしりとした重さがある。視線を感じる気がしている。はじめは一人の二つの目。あなたが見ているの？どうして？私はあなたを探しているのに、どこにいるの？視線を感じる。私を見る目の数が増えて、また増えた。体だけでなく、頭の中や心の中、すべて覗き込まれている感覚があり、寒くて怖い。遠くにかすかに何かうごめくような、うなり声のような人の声なのか、獣の声なのか、あなたの声のような気がしてならなくて、あなたは生きているの？あなたのままでいる？見られている。探していたのは私なのに、あなたが見ている。私は苦しいほどあなたを愛している。私をあなたのものにしてくれるなら、私はもうどうなってもいい。切り裂かれても引きちぎられてもえぐられても、それであなたのものになれるのなら、あなたの好きにしてほしい。遠くから足音がする。笑っている。こみ上げる喜びを押し殺して笑っている。
待っていたのだと笑っている。足音が私の真後ろで止まる。喜びと悲しみと恐怖が駆け巡る。冷たい汗で全身が冷える。怖い。あなたのものになりたい。でも、怖くて動けない。そして、ポンと肩に手が乗る。ビクンと体が跳ねる。振り向いたところで、私の意識は途切れた。深淵、オジーの朗読者。かつては、竜宮の王に仕える忠実な使者でした。ですが、罰として、骨をすべて抜き取られ、おぞましくも不自由な姿へと変えられたのです。意志などとうにありません。どす黒い潮の流れに身を任せ、漂うだけのもの。しかし、この透明な触手だけは覚えているのです。海の底に広がる底知れぬおぞましい暗闇を。今夜も愚かな男が海面を覗き込んでいます。足元へ静かに静かに忍び寄る。半透明のねばつく触手をゆらりゆらり揺らめかせて、男の瞳に狂気の幻覚が焼き付いたその瞬間、男は吸い込まれるようにこちら側へ落ちてきた。無数の冷酷な触手でその獅子を首を絡め取る。光など決して届かない奈落の深淵へと一気に引きずり込む。冷たい水圧が男の鼓膜を破り、意識を濁らせる。逃れられぬ絶望に男の顔が恐怖で歪んでゆく。男の肉も魂も静かに海へ溶けてゆく。光なき深海には静寂とともに新たな生贄を取り込んだ死者たちが無数に無数にうごめき続けているのです。